私の場合はもう青色に出会った時にもうそれに取りつかれてしまいまして、しかも誰もやってない、やれなかったと、これこそ自分がやることだと思ったんですね。で私は実は京都の学生時代にあんまり実際の勉強はそれについてはしなかったんですけども、何かちっちゃいことでもいいからまあなんか大きなことで定量的に何か少しずつ性能が良くなっていくとか、そういう仕事ではなくて何か今までなかったようなもの、想像でしょうね、ある意味の。とにかく何でもいいから、小さくてもいいから、決してそれは大きくなくてもいい。だけど何か新しいことをやりたい。学生時代に得たのはそれ一つです。極端に言うと。そういうのがここで3年間いる時に芽生えた。それがちょっと後になって青色の時にこれだと思ったんですね。だからもう全然迷わなかったんですね。どんなことがあっても。で一人去り二人去りたくさん去っていったんですけど、で実は1978年にもうその仕事を始めてからかなり経ってたんですが、まだ PN 接合にはなってないんですけども、私としてはこれはと思う仕事をしたと思ったんですね。それを国際会議に出したんですけどノーレスポンスだった。私はびっくりしたんですね。でその時に思わず言ったのが「我一人あれのを行く」って言ったんです。で、我というのは私だけじゃなくて、私のチームも含めてなんですが、本当にあの時はびっくりした。だけどもだからといって絶対にやめようとは思いませんでした。何かものを学ぶには自ら体験する以上にいい方法はないと。ちょっとキザな言い方すると「Experience is the best teacher」、要するに自分の体で体験したことがやっぱり新しいことをやるときはもう失敗はつきものなんですけど、だけど失敗するけれどもこれだけはね、私自分でどうしても表現できないんですけど、感というのが育つんですね。私がバッファーというのを思いついたのも全く感なんです。最初はもちろんある程度のところは自分が持っている科学的な知識で詰めるんですけど、最後ポッといくのはやっぱり感ですね。ある意味のいわゆる山感っていうんじゃないんですけど、それは自分のそれまでずっとやってきた失敗を積み重ねてきた実験から来る何かのそういう感ですね。それを私は非常に大事にしてるんですけど、でしかしその感というのはただ単にぼんやりしててできるもんじゃなくて、もう失敗したり繰り返したり、だから今の若い人はちょっと気の毒な点もあって情報過多でして、最近ではもう全部機械化されてしまいまして、半導体というのはきれいでなきゃいけませんから、人の手が触らないように、もう極端に言うともう全部隠してて、最初のチャージする時から最後の結果が出るまでずっと流れ作業でいくんですね。確かにそれは計算された一遍できたものだとその通りにずっといくんです。しかしこれは教育にはもう大弊害だと私は思うんです。昔は何にもそういういい装置がないので、私の最初もそうですけど、もう電気炉から何から全部自分で作る。それからハンダ付けも自分でやる。そうしてる時に何かハンダ付けを間違ったり、あるいは他の金属と間違ったりした時に思わぬ現象にぶつかるんですね。これは失敗なんだけども、そこでこんなことがあるかと気が付くんですね。そういうことっていうのはたくさんあるんですね。でそれでそういうことの積み重ねで、さっき言った私が山勘でないといった勘というのはそう言って育っていくんだろうと思うんですね。
だからその自分からとにかく自分で体験してほしいと。そうでないと本当にはわからない。夢を持とうと言ってるんですけど、それ希望と言ってもいいですけどね、何でもいいです。それで自分の好きなことをやりなさい。なんかやってるうちに難しいこと困難なことがあるとやっぱりくじけたり嫌になったりするんです。ですけど自分の本当にやりたいことだったらそうならないんですね。まあ自分が青がそうだったからそう言えるのかもしれませんけど、それは私の信念です。でもし自分がある程度成長してきたらリーダーになっては絶対にぶれてはいけない。もうそれがもういつも言ってることです。